チェケラのテジロンです。今回はね、びっくりすることにね、37分からがね、対戦スタートなんですけど、ちょっと早めにね、始まったので、オープニング撮るのが遅れましたということで、後付けです。はい。というわけでね、今回も早速やっていきたいと思います。さあ、先行クラウス、やっていきましょう。さあ、ファーストアタック、クラウス、早いですね。この対戦は時間1分ぐらいずれていいやつなのかな。なんで。さあ、トツイエティからのスーパーホグですが、ホーミングヒットしっかりここには置かれていって、さあ、レイジかけてもどうだろう。かければいけそうな、ですね。かければいけるということに気づきまして、ここはしっかり落としていきました。ストライカーも刺したのでね、ロイヤルチャンピオンのところまで結構削ることができて、ただ援軍を釣ることができずって形ですね。かなりレジェンド的なアタックをしてるようなイメージかなと思います。最近こういう攻めが多いですね。得意の編成がね、結構ラバル系の戦術によってたところもあり、ラバルの戦術は最近やってないのでね。イヤホンつける必要なかった。キングでサイド流しつつ、キングにキングをぶつけるんですけど、ストライカーのところがね、ちょっとマルチ IT ギリギリかかるところだったので、やられてしまいました。さあ、ウィズ島までバルーンで追って、キングフィスト。いい形で入り込むことができてるんですけど、援軍処理をね、しなきゃいけないのが嫌ですね。内側でやるのがね、非常に火力高くなるので、ちょっとこの壁ずらしていることでね、モノリスも触れづらくなってるので、結構これタンク比見た目よりきつくなりそう。さあ、下からスーパーホグパートスタートです。タウンホールも打てるようになりつつ、ここは早い感じですが、ストライカーもかけて、トームもかけていきます。さあ、援軍の方は、ホグで担当することによって、クイヒの負担を減らしますが、クイーンはしっかり黒く見えている。さすが。ヒールがないんでね、こういったところね、ヒールがなくても耐えれるっていうのがね、スーパーホグの強いところではあるんですが、スケルトンを外周部に置いて、外周部の防衛施設を通常ホグで刈り取っていきます。さあ、クイーンがこうなると落ちてしまう。そうなんだよね。このタウン壁のところのモノリスが結構辛いですね、これ。さあ、ホグとロイヤルチャンピオン取り残されたところ、ちょっと苦しいね。クイーン区画とモノリスとロイヤルチャンピオン短期では突破できない形なので、最低でもクイーンはモノリスを突破しつつ、余力でね、反対サイドまで伸びればなって感じだったんですが、結構ね、レジェンドライクなアタックでしたが、援軍に手取られたっていうのもあれかな。援軍にロイちゃんとかその辺がね、捕まっちゃったのも、ちょっと残念っていうか。なので、所定のね、トツイエティが通らなかったところでの結構、相手の対策っていうところに、しっかりやられてしまいましたね。81% まで伸ばしつつ、終了になりそうかな。他にユニット出てないね。これはちょっと間に合わなそうですね。81% ファーストアタックになっていきます。さあ、対戦相手、クイヒーホグ。さあ、初手からね、火力の高いところ入っていきまして、10日弊社セットしてますね。クイヒーホグで10日弊社セットでやってる人はなかなか見たことないんでね。もしこのままやっていくならちょっと見ていきたい感じですね。確かにクイヒーのルートとしてここを通していきたいみたいな感じなのかな。ヒーラーは受けちゃうんでね。いいそれいいめちゃくちゃいいこれ何がいいかっていうとね、ポイズンターのね、攻撃が入ってしまうと、なかなかタウンホール突破できないんでね、タウンホールに対して必要なフリーズが増えちゃうんですよね、ヒーラーをやられないようにするための。そこを事前に解除したことで、タウンホール打つときにヒーラーはかかるんですけど、そうなった時に呪文1枚で突破ができつつ、クイーンも綺麗に進むことができて、10日弊社セットしましたね。これ。これがスムーズに突破できるんですよね。いや、今のうまい。で、黒く打つんだ。それはちょっと、多分手が間に合わないと思ったんだろうな。レイジじゃ間に合わないと思って飛ばしたんだろうな。実際間に合うタイミングだったんですけど、結構思い切ったというかいい判断ではありますね。さあ真ん中マルチまで降り切りつつ、
インビジブルから入っちゃったんでね、できればね、フリーズ使ってインビジブル残した方がね、後で楽なんですよね、こういうところほら。フリーズかけつつ、中心部もいいと思う。これめちゃくちゃいいんじゃないかな。おい。ホグライダーがまばらに展開されていって、ストライカーもキングのところたどり着いたんですけど、ここは突破ができず。だからフリーズじゃなくてインビジブルの方がね、かわしやすかったポイントのところじゃないかな。中心部フリーズ、これがラストの呪文になりますが、ロイヤルチャンピオンがここはマルチまで降り切ってからのブーメランをかましたいところ。あ、右がいなくなっちゃってる。通常ホグですね、今回は。通常ホグライダー編成。投石のところまでロイちゃん触れていくんですけど、ちょっとキングに捕まったので突破できず。さあ、どこまで行くかな。ストライカーすごい意味わかんないルートを取りまして、届かない。いやー、いいルートだったから、惜しいなー。10日弊社型なので、こういった外周部のウィザードっていうところはね、かなり強みとして出てますね。もっと6時、キングと同じところから出さずに、6時とちょっとずらしてもいいんじゃないかなって思ったところが一つと、援軍、相手の援軍と当たるところのクロークをできればレイジで止めてクロークを残してっていうところができれば、ロイヤルチャンピオンにね、インビジブルも残せるようになってたので、そうするとフリーズ打たずに、ちょっとずつね、クイヒーとホグ展開のね、視野っていうところで、たどり着けなかったところかなと思います。さあ、エンド君ですね。ワンチャンあれなのかもしれない。森尾さんの登録とかが間に合ってない前の大会なのかもしれない、これは。さあ、オデヒーから入っていくスーパーアーチャー編成ですね。イエティの方を3体と、タウンホールの反対から入っていく戦術は大好きなんでね、エンド君。かなり、ヤンキーには厳しいけど、自分の使う戦術はかなりヤンキーなことで知られるエンドさんですが。さあ、イエティサイドカットからの色が紫のウィザード。見慣れないですね、逆に。さあ、イエティ、ウィザード。これレベルの問題で、これを落としきれなかったですね。さあ、マルチインフェルノまで降り切って、まだ見る。金山まで行って、ここで回収クイーンを戻していって、さあ、イエティをとりあえず1体ポーンと出していきつつ、イエティもう1体からのキング展開からのエレクトロタイタンとスーパーアーチャーを使っていくと、縦ユニットっていうのがね、タイタン1体とイエティ1体って感じですかね。イエティ入れるんだ。珍しいというか、どういう感じなんだろう。キングの方もスケルトン使いつつサイドカット通して、シューターの方はね、対地クロスに使わなければ一生強いですね。対地はね、内側のユニットたちがターゲット取ってくれるので、さあ、ここウォールブレッカーつけつつ、ここでトームをかけていきます。対地クロスの方もね、追っていきつつ、援軍と当たってるんですが、キングもフィスト。エレクトロタイタンはどうやらいなそうなので、援軍ラバハウンドもちょっと時間かかってますね。3時のシバレイジ。前回の対戦ではね、星1を取ってしまったので、今回星1はないようにしたいんですが、ちょっとここもフリーズを外していきます。なので、慌てて2本目のフリーズをかけていきつつ、まだ一応フリーズありますね。たどり着いたんですが、ここはインビジブルを使っていって、裏のロイヤルチャンピオンが伸びなければ、ここは全開を取れないシーンなので、フリーズをかけて伸ばしていきます。シューターの中身は何だろうな。投石まで降り切りつつ、クイーンはクローク、スーパーガーゴイルだ。スパガゴの方、ホーミングがね、2ヒットしてしまったね。トライカーだ。うおー、赤爆。超えれたおでん。スーパーアーチャー、射程長すぎてワンチャン勝てる説。さあ、キャバクヒット。さあ、色の紫のウィザードは、咎められていく。さあ、スーパーガーゴイル、ホーミングヒット。ホーミングヒット。ちょっとずつやられていきって、射程の長さで悪さしたいスーパーアーチャー。若干時間が足りないかな。タスク切ったか、これ。タスク切ったか。水塔越しに、アーチャーターン射抜いて、インコ追って、ちょっと時間足りなかったね。フィニッシュですね。今のは96で割ったみたいですね。
いろいろバグってた。さあ、ホグラッシュかな。スケルトンインビジブルコウモリの予定はモノリスクランジを落としつつ、ホグラッシュ、ヒール2枚というところ。突撃艦を、マルチ IT ですね。マルチまで行って、この突撃艦結構対策もされ始めて、マルチ IT まで届かないこともね、増えてきたんですけど、今回ちょっと防衛施設のレベルも低いのがあって、助かってますが、若干今のも怪しいレベルになってましたね。あとはね、タウンホールまでクイーンを誘導しつつ、キングを投石の方に折り返させたいっていうイメージですね、これは。逆サイド、ジャイホグを両サイド展開して、なんか誰かやってたこの攻め。見たことがある感が半端ない。こういうのを騎士感って言いますね。投石の方にキングを引っ張りつつ、いい誘導。防衛施設のレベルも低いので、これ決まっちゃうとさすがに厳しいんじゃないかな。こういったところもね、サイドのホグビズとかもね、非常に強いですね。タウンホールのところまでクロークを誘導できたので、トルネも巻き込まれてますが大丈夫。さあ、ホグラッシュスタートしたい感じはありますが、イーグルのタグをね、キングがせっかく取ってくれてるので、スタートしない理由がないですね。さあ、もう大量にユニット展開して、一気の初手ドーム。これはね、スーパーホグにできない数の暴力ですね。で、ダブルヒールを繰り出して、両方のマルチ IT、デイジタワー乗ってるんですが、これをダブルヒールでケアしていく。なんて贅沢な呪文の使い方なんだ。さあ、あとは投石機に対してフリーズをかけていくことで範囲ダメージの防衛施設がなくなってるので、あとは巨爆とかでね、一気にダメージを負ってしまうことはあるかもしれないんですけど、数でご利用せる展開を作っていきました。ロイヤルチャンピオンの方も第一突破していって、プランもいいし、今回非常にプレイングも良かったですね。防衛施設のレベルが、今回は低いんですけど、高くても結構全開取れそうな雰囲気はあるような感じだったので、呪文もね、たくさん余ってますし、非常にいい全開ですね、対戦相手。あいつ全開。さあ、学。ウイラバですね。対策陣だ。なんか、最近対策陣増えたな、対戦で。作れる人も増えてきたのかな。環境的に対策陣が増える方がね、バランス良くなるというか、面白くなってきますよね、クラクラ自体が。タウンホール15が結構つまんないって言われてた理由の一つに結構、そういう対策陣じゃなくてね、レジェンド陣みたいなのが流行ってしまって、みたいなところも多少あるとは思うので、やっぱ対策陣の方がね、アイディアがたくさん出てきて、よりいろんな攻略法とか、クラクラっぽさは出るような感じはあると思うので、最近ね、トキさんとか GS のね、配置ビルダーやってて、僕のね、企画にも参加してくれてる配置ビルダーがいるんですけど、その人とかも結構対策陣を使用する頻度もだいぶ上がってますね。昔から結構使ってるけど、15で。さあ、イーウォルブレーカー。援軍はゴブリンだけ釣れた感じですね。3体より多く見えてるので、中身の組み合わせが結構これ絞られますね。ストライカーの数が減ってるラバハウンドとね、とか、あとは、バーガ5編成とかもこれぐらいのゴブリンは入ってますね。もう1枚ウォールブレーカー使ってくるのかな。マルチ壊した後なのかな。どっちだろう。だったらちょっとこっちの下、下切りたいので、キング展開で。さあ、援軍、ストライカーの減ってるラバ編成でしたね。そうなると結構、わかりやすいかなというところですが、ギリギリちょっとこれは、惜しい。マジかって感じな。これ一番悔しい記録ですね。さあ、フィストも使っていきつつ、これキングパート強いな。さあ、これはいい。クイヒールートマルチ IT を追って、ウォールブレーカーはポン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 と3枚ぐらい投げるとなんか勝手に開通もしそうですが、インビジブル使ってクイヒー延命して、戻っていくことでこれタウンホールを打たせに行きました。もしかして。ただ、モノリス入るから無理だな、でも。延命、クロークがあればね、また話は別なんですが。さあ、どうするこれ。突撃艦に切り替えて、ラバル下からやって突撃艦タウンホールまで届ける形を取るかな、これは。もう一気に。早っ。この突撃艦通る？これ中身なんですか？さあ、結構なヤンキー突ですが、タウンホール、モノリスまでしっかり通って、決め打ちですね。あれが通んなかったら、まず全開無理なんで、どっちにしろ。っていう
通りましたね。かなり強気な、リスキーな突撃艦でしたが、通ってしまえばこっちのもんだ。さあ、ストライカーがいないので、ここはフリーズでキングを固めつつ、あとはマルチ IT のところでフリーズをもう一回重ねて打つことでっていう感じなんですが、えぐいなぁ。リカバリーとしては正直これしかなかったですね。ちょっとね、時間の方がね、これはもう足りてないというところで、90%。ただに、この人もね、タウンホール14ぐらいから強かった人ですね。さあ、トツイエティかなり増えましたね。レジェンドが結構トツイエティ型のクイヒホグとかが多いので、それに、そんなね、環境なので、対戦でも増えてる感じですかね。ボムタワーまで行った。ストライカー、クイーンに刺していくことで、ちょっとここは足りなかったので、ポイズン1枚、かけずにストライカー処理していきました。イエティ2体も並べてますよ、あそこ。切れていきますね。ハッピー。いきつつ、2体重ねたのどうなんだミスったのかな。さあ、ここもマルチ IT がね、ストライカーしっかりターゲット取りつつ、ポイズンタワー強いです。インビジブルで戻したいんですけど、早く。うおー、さようならすぎる、これは。タウンホールなんだよな、それヒーラー打ってんの。きっついね。タウンホールからロイちゃんかホグを展開することにはなりますね。さあ、クイーンクロークでロイヤルチャンピオンの勝利までやりつつ、トルネードは解除ができましたが、ロイヤルチャンピオンレイジでのリカバリー、レイジ自体は3発あります。さあ、モノリスのターゲットはロイヤルチャンピオンに向いている。サブ一番非効率なタイミング。最悪ですね、これ。からの、バルーンそこなんだ。僕展開。うわ2連巨爆。うわ、なんかすごい。ホグルートに巨爆がえぐいぞ、これ。いや、バネまである。えぐこれ、ガン読みされてたでしょ。えぐこれ、ホグガンメタの罠ですね。やば。巨爆巨爆のバネバネのリクスケで、食い火が決まっててもこれ取れなかったんじゃないかな。多分これ突撃ある程度読まれてて、もう終点にすごいテスラがね、固まってて、これ止まってたんじゃないかな、食い火成功しても。えぐー。これ早めにトーム打たなきゃいけなくなっちゃうんですよね、この巨爆見ると。そうなると奥でマルチ IT からのターゲットっていうのはね、トームで防げなくなっちゃうんでね。いや、強いな。さあ、星さん。いや、この環境で 59% の防衛はえぐいっすね。さあ、突撃艦セット。なるほど。ラバーハウンドで対空砲を隠していくことで、突ビズの時のテクニックですね。しっかりホーミングもラバーハウンドが吸いまくって赤爆の方も解除して、これ突ビズかなあ、ガゴだ。スーパーガーゴイル、しっかり援軍も隠してますが、そうすると外の防衛施設も、この辺もね、エリクサータンクとかも見えてしまうので、サタンホールようやく撃ってくれた。ぶねー。危ねー。危ねー。ちょっと違えば大事故でしたね。これパピーとかもね、ギリギリかからない位置で、相手からすると結構狙ってそうな防衛のパターンだったんですけど、おっさん昔からね、突撃関係の攻めはこういうのかわすことがね、得意でしたからね。危なかった今。タウン残ってたらおしまいだったな。ナイスだ。
さあ、これ、クイーンキングを展開していって、投石クイーンあたりをね、見に行くような形にね。さあここは一度投石のタゲが入っちゃうので、フリーズなのかクロークなのかですが、ここはフリーズを打っていきます。次のターゲットを別のもので拾いたいんですが、ちょっとずつ拾ってくれてるが、ここはクロークナイスクローク。投石から先に打たせることが、アイゴレももう関係ないですね。さあ、ホグパートスタート。ガチで延命できればモノリスとかクイーンで触れるようになりますね。さあ、ここは一気のトームをかけていって、いいですよ。あとは数で押していく。さあ、モノリスのターゲットとかはね、クイーン逆サイドからの対地クロスが入っちゃった。まあ、でも、モノリスをクイーンで折り切ることには成功です。さあ、レイジタワーの解除までしてくれてる。ラッキーすぎるな、それ。さあ、投石フリーズかけていって、外周部の施設っていうのをジャイホグでサイドカット、外周部12、10切ってますね。こういう細かいところを、2連巨爆。巨大爆弾もね、レベルが上がってくると、この辺もっと怖くなるところですね。さあ、ボムターは、ホグライダー逃げてくれたので、ホグは当たらず。さあ、第1クロスまでロイヤルチャンピオン突破。外周部もしっかり間に合いそうですね。よ。さあ、裏からユニット展開して、まあ、この辺のユニットの使い方がね、星さんの強いところですね。うまい。もうこれね、ラバルをホグに変えただけなんですけど、ラバルパートと同じようにね、もうすでにホグでも使い方がうまい。ユニットの使い方がうまい。圧倒的。バーサス。対戦相手、スケイン部のホグラッシュですね。この編成もアップデゴかなり流行ってる戦術の一つです。さあ、モノリスクランジュラのところしっかり突破しつつ、ターンホールを食い火で取っていくような形になるかな。ドリルセットしてるんですけど、ターンホール起動する？起動していく。これヒーローパートやる上で厄介ですよ。フリーズとインビジブル1枚ずつしかないですからね。ゴーレム展開していって、そうなんだよね。タウンホールとこれを近づけることによって、成功しても余力でタウンホール起動するような区画っていうのが増えてて、これワンチャンキングで見てたかな、タウンホール。これはちょっと、落とせるかな？インビジブルまで使ってタウンホール確実にケアをさせていく。しっかり突破ができましたね。まあ、多分このインビジブルはそもそもヒーローパートに使っていいものとして考えてたやつだと思うので。いいですね。これキングで取るっていうのが結構ね、主流なのはクイーンで取るっていう発想だったんですけど。ただドリルとロイヤルチャンピオンをサイドカットみたいな感じでね、下の方から展開しつつ、本命ホグを使って上からやっていく。別動体。強い。さあ、いいクローク。しっかり見えている。ロイヤルチャンピオンまで処理して。これは非常にいいんじゃないかな。ヒールも中心部突破しつつ、ラストフリーズをね、ワンチャン投石に打つのありだったけど、レイジタワーの攻撃力が高すぎてるので、落とされちゃいましたね。いやー、横槍が強すぎる。投石が強すぎて。フリーズは結局投石に打つ羽目になりましたね。投石レイジタワーがガチ強かった。さあ、ここホグライダーが出てきましたが、突破できるか？さあ、ロイヤルチャンピオンのターゲットが、モノリスモノリスじゃない、投石入っちゃったね。いや、惜しい。結構いろいろミスもなく、いい展開だったんですけど、それでもちょっと足りない。ターンホール起動しちゃったのがシンプルに痛かったところですかね。あと、ワンチャンクイーンフリーズやっぱありだったな、あれ。クイーンを延命するフリーズ打てれば、投石機をクイーンで突破して、ホグもやられず、中心部ロイちゃん、最後まで生き残る可能性があったので、そこまでね、プレイングしてる人がね、プレイ中に気づけるかっていうと、なかなか難しいですよね。さあ、カズマくん、ラストアタック。9対9ですが、破壊率はリードしてるので、全回取ったら終了ですね。タウンホールは真ん中気味で突撃艦セットなので、ドラゴンに混ぜて突撃艦投げていく感じかな。さあ、イーグル側からクイヒースタート。上にアーチャー2体セットというところですね。スケルトンの呪文も一発あるので、基本は9時に打つことになりそうですが、
さあ、ベビドラバルーンサイドカット、ドラのためのルート整備ですね、これは。ワンチャンレイジターとかなんかバルーンがヒュイーっつって、頑張りすぎて。ちょっと火力テスラ分で上がってますね。レイジ使いたくないところですが。おー、ストライカーは惜しかった。いや、9時のサイドカットめっちゃ強い。時間使いますね。ベビドラとガーゴイルを使って。9時のサイドカットやりつつ、クイーンもこれイーグル砲としてボールブレーカー拡張かなこれは。ちょっと失敗ですが。結構見ますね。まだ2分ぐらいあるので、ついてって感じ。さあ、スーパーバーバリアンでサイドカットをすればクイーンがくるっと入ってくれるシステム。ホーミングチェックバルーンも一発はここ打ちたいけど、打たないか。さあ、ドラゴンの方にもうホーミングがヒーラーいいやって感じでスタートしていきました。さあ、突撃艦までセットしてフリーズかけてからの、いいフリーズ。さあ、すべて乗っけるトームをここでかけていきます。クイーンの方はクロックかインビジブルなんですが、間に合わせてますね、インビジブルの方も。ドラトーム、しっかりクイーン延命っていう風にね、目がそういう順番で動いてると思うんですが、クイーンは黒く打って相手のロイヤルチャンピオンと当たりつつ、さあ、援軍の方でタウンホールはしっかり落とせましたね。残ったマルチ IT のところもドラゴンライダーしっかりピン出し刺さってて、いけるな、これは。対空砲をフリーズで打って、キングを置いてスケルトンなんだけど、ちょっとクランジョーがね、残ってるんでね、そうですね、9時にキングを置いて、フリーズモノリス一発入れたいかも。もうそのドラゴンは捨てになるかな、じゃあ。次のドラゴンの延命のためにここは耐えていきつつ、ドラゴンライダーマルチ IT まで届きましたが、クイーンがしっかり打つことができている。いけるね。強い。さあ、援軍出てきましたが、これはもうキングで勝手に処理ができます。いやー、呪文も大量に残って強いなー。ユニットの選択とプレイングがね、完璧ですね。今月のカズマくんは1個前の動画で見たんですけど、めちゃくちゃ強いです。アップデゴのカズマくんが止まりません。さあ、ナイス全開。さあ、ディガホグ。前確かこういうクイヒーディガホグを見たな。全く同じことやってたけど、これって前回まで言ったんだっけかな。おっさんもこの配置なのか。なんか森尾さんも同じ配置使ってなかった、そういえば。配置クロスだったね、森尾さんのやつはここ。で、クイヒーがこっち行って、9時展開でぐるって行ってヒーラー全滅してちょっと足りないみたいな感じだったかな。確か前回にはなってなかったアタックだったと思うんですけど、同じことをやっていきますね。その時よりもね、当然。インビジブル使って戻していく。神誘導。そこでそう使うんだ。で、ホグ買って、しっかりターゲット取って、10日弊社を守りつつ、ペッカが出てきてと。さあ、ディガホグの方も合わせて使っていくんですが、キングのサイドカット入れて、いい展開ですね。うまい。さあ、ヒール一発目。ここはね、投石も、ロイヤルチャンピオンも、ボムターンも入るところなので、ナイス。さあ、援軍のターゲットかね、モノリス。ここは一度フリーズしっかりかけていって、レイジはないのでね、クイーンはここでクローク打ちたいんですけど、打ってないよね、クロークってまだ。ちょっとクロークが。まあでもヒーラーが死なずにここで合流はできたので、まだワンチャンあります。キングも上が頑張って、ピストで伸びていきつつ。ラバハウンドにね、ロイヤルチャンピオン捕まってないんでね、ロイちゃんがまだ防衛施設を殴ることができてます。上も、ウィザードナイスすぎる、それは。呪文はあとポイズンだけ。ロイヤルチャンピオンは両役ラバハウンドに気づいて、ここポイズンを置いていきつつ、東海弊社のウィザードとかもね、その辺ちょっと触ってくれてましたね。投石クイーンなんですけど、リクスケ大量発生。フロスティの衰弱ボムがクイーン、投石両方に入ったことによって、これ下側の区画、ちょっと弱まりましたね。さあ、上の方はロイヤルチャンピオンが突破してくれつつ、いいウォールブレーカーでのターゲットが入って、これロイちゃんが止まらない時間の方もこれは間に合いますね。
いや、強。まあ、一個ね、いいリプレイが事前にあったんですけど、それをなぞるような形で、前回まで取ってきました。この対戦じゃないような、記憶がもういろいろごっちゃになっちゃってるんですけど。ただ時間の方は間に合いますね。別の対戦であったアタックだったかな。さあ、間に合わせていって、まあ12対12なんですが、破壊率しっかり勝っているので、ナイス勝利です。はい、というわけでね、12対12の勝利になります。破壊率の方がね、結構差つきましたね。途中で額がね、防衛で 59% というね、神防衛決めてましたね。これだけホグ流行ると、こういう風にね、ホグを完全にメタル配置とかもね、出していくし、まあ、どうせ流行るからね、こういうのね。まあ、あまりにもうまく決まったなって感じではありましたが、まあ、食い火の方がそもそも事故っちゃったので、どうしようもない感じでしたが、食い火の方もね、当然やりづらい形にはなってると思うんで。まあ、今日はね、いい防衛もあってこそ、12対12の破壊率での勝利になったのかなと思います。まあ、見てる方々の方でもね、ホグが流行ってるっていうのは当然、多分肌感でも感じてきてると思いますので、ホグの止め方どうしたらいいのって思ってる方はね、今回の額みたいに、はい、動き方してあげると止まるかもしれません。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。